上向きに寝てスマホを見ながら両足を上げましょう。膝を90度に上げたまま左右にねじっていきます。右から行きましょう。右にねじった時に左肩が浮かないように意識しましょう。下っ腹と脇腹効いてくると思います。できる限り膝と膝が離れないように意識しましょう。左にねじった時は右肩が浮かないよう意識しましょう。上半身は動かさずに骨盤から下だけねじるイメージで行いましょう。もしも余裕がある人はお尻を少し持ち上げた状態でねじっていきましょう。かなり下っ腹に効いてきます。できる限りでいいので膝と膝離れないように意識して行いましょう。次は片足ずつ股関節を内にねじっていきます。右から行きましょう。ゆっくり内にねじります。お腹の右側が伸びると思います。左側も行きましょう。これを交互に繰り返していきましょう。骨盤が多少動いたり浮いたりしていいので、膝をしっかり内側に入れるようにしましょう。この種目はお腹のストレッチの意味もあるんですが、股関節のストレッチがメインです。なぜ股関節のストレッチをするかというと、股関節や骨盤周りが柔らかい状態の方が、この後のきつい腹筋の効果が出やすいからです。次の種目から一気にきつくなってきます。少しだけ休憩をしたら、両足を伸ばして足をパタパタしていきましょう。膝をできる限り伸ばして股関節付け根から動かして下っ腹の筋肉を使うイメージです。余裕ある人は足を高く上げましょう。かなりきつくなります。腰が痛い人はスマホ持ってない方の手をお尻の下に入れてお尻を少し持ち上げましょう。かなり腰が楽になると思います。膝を伸ばすことを意識するあまり前ももを使ってしまうという人は多少膝曲げても大丈夫です。下っ腹を意識して使ってみましょう。次は少し休憩をしたらお腹のインナーマッスルを使いながら大きく深呼吸していきましょう。鼻から大きく息を吸ってお腹を限界まで膨らませましょう。口から息を吐いてお腹を限界までへこませましょう。ふーっと吐き切りましょう。もう一度鼻から吸って大きくお腹を膨らませましょう。ゆっくり息を吐きましょう。吐きながらお腹を限界までへこませましょう。少しだけ休憩をしたら両足を上げて自転車を漕ぐイメージで足を動かしていきましょう。股関節付け根から動かして下っ腹の筋肉を使います。もしもこれぐらいは余裕だよという人がいたら下っ腹の筋肉を使ってお尻をぐっと持ち上げましょう。お尻持ち上げた状態で自転車漕ぎましょう。かなりきつくなります。頑張って大きく円を描きましょう。下っ腹意識しましょう。前ももではなくて下っ腹の筋肉です。頑張りましょう。お疲れ様です。少し休憩しましょう。次の種目が一番きつい腹筋です。両足をゆっくり上げてお尻も床から浮かせましょう。そこからゆっくり足を下ろしていきます。できる限りゆっくり下ろしましょう。腹筋がかなりきついはずです。もし腰が痛い人はお尻の下に手を入れてお尻を浮かせておきましょう。2回目もゆっくりです。できる限りゆっくり下ろしましょう。もう一度足を上げてラスト2回やっていきましょう。ゆっくり腹筋意識しながら行いましょう。ゆっくり限界まで下まで下げたらもう1回上げましょう。ラスト1回です。限界まで下ろしましょう。頑張って。お疲れ様です。ちょっと休憩したら最後はお腹のストレッチやっていきましょう。まずは万歳して手をできる限り上にぐーっと伸ばしましょう。お腹が伸びてくると思います。これじゃ伸びないよという方はうつ伏せで肘をついた状態で軽く上を向きましょう。お腹が伸びると思います。まだ物足りない方は
手のひら床についてぐっと上向きましょう。かなり伸びると思います。腰を反りすぎないように気をつけましょう。最後まで実践していただき本当にありがとうございます。実践報告、リクエストはコメントでお待ちしてます。まずは両足を持ち上げてぐっとお尻浮かせましょう。つま先前に倒してパタパタしてきます。つま先前に倒しておきましょう。足つりそうになる方、つらない範囲で行っていきましょう。しっかりつま先前ですよ。しっかりパタ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 ーと腹筋も意識していきましょう。次、足下げずにこのままやっていきます。次はつま先手前にぐっと引いた状態でパタパタです。つま先は自分の方にぐっと引いた状態で行いましょう。ちょっとね、お尻持ち上げておくと腹筋にも効きます。つま先しっかり自分の方向けて頑張りましょう。頑張って頑張って。きつい。しっかりパタパタ。お腹意識して。よし、OK。一回足を下ろして。次はね、つま先は自分の方を向けたまま膝開いて伸ばしきる。つま先は自分の方引いといて、ぐっと伸ばしきる。今までもやってる種目なんですが、つま先は自分の方にぐっと引いておきましょう。これだけで一気にきつくなります。頑張って。きつい。ラスト1回しっかり伸ばしきる。 OK。 休憩ストレッチ。足肩幅に広げて左右に倒していきましょう。皆さんついてきてますか？海外と日本の一番の違いはね、このね、足指なんです。海外の種目はつま先を前に倒したりとか手前に引いたりとか、その状態でね行うのでかなり強度が増します。一緒に最後まで完走できるように頑張りましょう。よし、 OK。 よし、次はもう一度足を持ち上げて片足ずつキックキックキック伸ばしきる。キックキック。このね、伸ばしきるのが結構大変です。ゆっくりでもいいですよ。もしね、きつい人、もうちょい低い高さ、これぐらいでもいいです。しっかりキック、前にキック。呼吸は止めないようにして。腰が痛い人、お尻の下に手を入れても OK です。キック、伸ばしきる。きつい。腰痛い人無理しないで。よっしゃ、 OK。 一度足を下ろしたら、もう一度足を持ち上げます。つま先手前に引いたまま足を伸ばしきる。伸ばしきる。つま先は自分の方を向けておきましょう。膝の裏、ふくらはぎが伸びます。しっかり伸ばしきる。腰が痛い人無理しないで。お尻の下に手を入れても OK。しっかりつま先手前に引いておいて、膝伸ばしきるとふくらはぎ伸びます。つま先自分の方を向けるの忘れずに行いましょう。頑張って。OK。 次休憩の種目です。つま先外にぐっと向けましょう。外を向けたままお尻にぐっと力入れましょう。緩める。お尻に力入れる。ぐっとお尻の穴をぐっと締める感じです。内ももにも力入る感じあるとよりいいです。つま先外向いておいて、お尻にぐっと力入れる。つま先がね、外向いてないとお尻に力が入りません。しっかりつま先外向けておきましょう。よし、頑張って。よっしゃ、 OK。 次は右足を左足の上、こうやって乗せておいて、膝を開く、伸ばしきる。膝を開く、伸ばしきる。しっかり伸ばしきる。腰痛い人ね、無理しないで。低いところでやってもいいし、お尻の下に手を入れても OK です。もしくはね、枕とかクッションをお尻の下入れても良いと思います。しっかり膝開く、伸ばしきる。繰り返していきましょう。頑張って。かなりきついですよね。僕もね、海外きついとは思ったんですけど、こんなにきついとは正直思わなかったです。ラスト1回。OK。次、足を下ろして、左足を右足の上に乗せます。そのまま、膝を開く、伸ばしきる。膝を開く、伸ばしきる。頑張っていきましょう。腰痛い人無理しないでくださいね。しっかり腹筋に力入れておきましょう。この次、休憩の種目なので、ちょっとね、頑張りましょう。で、この動画自体がすごいきついので、1種目丸々サボってもいいし、
最後の10秒だけサボってもいいです。自分がね、習慣化しやすいようにアレンジしてみましょう。しっかり伸ばしきる。曲げて、伸ばしきる。OK。足下ろしましょう。膝曲げたまま、つま先をしっかりグッと上げる。見えますか？つま先上げる。これ、休憩の種目です。しっかりつま先上げる。で、さっき言った通り、海外の種目って、つま先をね、手前に引くか、前に倒すか、どっちかしたまま行うのがすごい多いんですが、ちょっと調べたらね、海外ってあんまりハイヒールを履く文化がないみたいなんですよね。だから、ハイヒールを履く文化がないってことは、つま先がね、こっちに倒れるって、日本の女性よりも少ないはずなんです。だから、つま先を倒すって種目が、もしかしたら入ってるんじゃないかなっていう予測です。OK。じゃあ次、足パカクロスやっていくんですが、グッと上げて、足パカして、クロスさせるんですが、つま先は前に倒しとく。足パカ、クロス、つま先しっかり前に倒しといてくださいね。向こうにつま先倒します。クロス、バレリーナみたいですかね、ちょっとね。足つりそうな方、つらない範囲で OK です。頑張って、つま先ちゃんと向こう向けといて。めっちゃきつい。腰痛い人も無理しないで。OK。次横向きになります。右足下にして横向きになりましょう。スマホは床に置きましょう。いつも通り膝90度に曲げておいて、浮かせたままグッと。わかりますか？こっちは浮かせておきます。膝は床につけておいていいですけど、こっち浮かせておく。膝と膝離す。お尻使ってる感覚ありますか？こっち浮かしてるからね。普段よりきついと思います。ここ使ってます。ついてこれてますか？頑張って。きつい。頑張って。よし、OK。足下ろして、右足は前に出しておいて、左足をキック。曲げて、キック。しっかり伸ばしきる。何か、家がね、家の中で物に当たらないように、しっかりキック。伸ばしきる。ぐっと曲げて伸ばしきる。余裕がある人はしっかり曲げてしっかり伸ばしきる。頑張っていきましょう。きつい。しっかり伸ばしきる。呼吸止めないで。きつい人サボっても OK です。ラスト1回しっかり伸ばしきる。そしたら上半身を起こします。右手をこんな感じで肘もつけておきましょう。この状態で左足真上に上げる。上げる。上半身をね、こうやって起こしておくことによって、脇腹にも効いてきます。この肘つく位置は、肩の真下が良いと思います。真上に上げて、ここ使ってれば OK。脇腹にも効きます。頑張りましょう。この次の種目、逆足行くので、皆さんは寝返り打ちましょう。ラスト1回しっかり上げて OK。僕は見やすいように向きを変えます。左足を下にして横向きに入れましょう。膝は90度に曲げて、浮かせたまま、膝と膝離す。離す。お尻の横使う感覚ありますか？きつい。ちょっとですね、海外版作って後悔してます。こんなにきついと思わなかった。頑張って。お尻しっかり意識して、きつい人はね、最後10秒サボる。最後まで完走することに意味があるプログラムになってます。OK。次、左足前に出して、右足曲げる、キック。曲げる、キック。伸ばしきる。物に当たらないようにしてくださいね。物に当たらないように。伸ばしきる。キック。呼吸は止めないようにしましょう。ちょっとね、いつもと違う動きかなり入ってるので、皆さんもね、明日筋肉痛来るかもしれませんが、筋肉痛はね、来た方がいいです。普段使えてない筋肉を使えてるっていう証。伸ばしきる。伸ばしきる。ラスト1回、ぐっと伸ばす。これで次、左手、こんな感じでつきます。肘もついちゃって、上の足を真上に上げる。お尻の横と脇腹に効きます。体が後ろに倒れちゃうと良くないです。体はちゃんと立てておく。骨盤が後ろに行かないようにして、真上。ここ使って、脇腹も頑張って。ぐっと。きつい。
頑張って頑張って。次の種目からうつ伏せになりますよ。ちゃんとうつ伏せになる時間取るので安心してください。OK。うつ伏せになりましょう。スマホは顔の前置いておきましょう。そしたら、膝同士つけたまま、膝90度に曲げます。ぐっと曲げ切って、伸ばす。裏ももお尻使ってしっかり曲げ切る。伸ばし切る。曲げるときにお尻の穴ぐっと締めるイメージ。裏ももお尻使う感覚あるわ。OK。裏ももお尻を使う。お尻の穴締める。伸ばし切る。ぐーっと裏ももお尻使って頑張ってしっかり曲げ切って、ラスト1回曲げますよ。しっかり裏ももお尻使ってぐーっと曲げ切る。OK。次プランク、きついバージョンいきます。肘を肩の真下につきましょう。プランクの状態、まず作りましょう。このまま左足開く。右足開く。左足開く。きつい人は、こうやってプランクキープでも OK。腰にね、力を入れて、なるべくこうやって腰丸めておきましょう。余裕がある人こうやって左右に振って、もしくはね、きつい人、膝ついちゃってもいいです。腹筋使って腰丸めておくと腹筋に効きます。OK。次はですね、こんな感じで足の裏合わせます。できましたか？足の裏合わせたら、裏ももお尻使って足を上げる。上げる。お尻使う感覚ありますか？で、腰痛い人、無理しないようにしましょう。ちょっとね、どうしてもこの動き腰が反るので、腰痛い方は痛みない範囲で OK。お尻使うことが目的。頑張って。この次から、最後締めのね、ストレッチなので、きつい種目はこれでおしまい。ラスト1回。OK。じゃあ次は、左足を右、こっちに持ってきます。これはいつものね、お腹ストレッチ。左のお腹伸びれば OK。つま先なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばしていきましょう。伸びますか？左のお腹。呼吸を止めないようにしましょう。ここがね、伸びてればそれで OK。OK。次逆足いきます。右足を左こっちにねじります。右のお腹伸びれば OK。つま先なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばすと、より右のお腹伸びてきます。でもね、腰が痛い人もいると思うので、無理ない範囲で行っていきましょう。皆さんこの海外バージョンどうでしたでしょうか？ぜひね、感想を一言コメント欄にいただけると助かります。ちょっとね、かなりリサーチに時間がかかったので、種目も多くなっちゃったんですけど、皆さんの率直な感想をお待ちしております。OK。次はですね、耳の横に手をついて、ぐっと上半身を起こします。肘伸ばしきりましょう。腹筋が伸びます。腰が痛い方は、肘ついちゃっても OK。ちょっと顎を持ち上げると、腹筋が伸びてくると思います。呼吸を止めないようにしましょう。やっぱりね、特に英語圏の足痩せはね、すごいきつくて、すごいいろんな種類あるので、一応ね、参考にした動画概要欄貼っておくんですけど、皆さんもね、余裕があればぜひ参考にしてみてください。OK。次は左手で左の足首掴んで、前ももストレッチ。これで本当にもうおしまいです。しっかり左足首をお尻に近づけて、左の前もも伸ばしていきましょう。膝、腰痛い方は痛みない範囲で行っていきましょう。左の前もも伸びれば OK です。どうしてもね、足パカとか、仰向けでやる種目が前ももを結構使う種目なのでね、最後にこうやって前ももストレッチ入れてあげることで、筋肉太りもね、防げます。よし、OK。最後、右手で右足首掴みます。しっかりね、足首お尻に近づけて、右の前もも伸ばしましょう。いや、でも本当に海外の足痩せ動画ってすごい数が多いので、なんかリサーチに結構時間かかるんですけど、皆さんがもしね、この動画良ければ、いいなっていうコメントがあれば、今後も海外のね、腹筋とか海外の背筋、二の腕痩せなんかも出していこうと思います。で、もしもこの動画でも物足りないって方いたら、概要欄におすすめの動画
貼っておきますので、追加でやってみましょう。で、Twitter とインスタも僕やってるので、概要欄貼っておきます。ぜひフォローお願いします。OK。スマホは床に置いて、右足下にして横向きに寝ましょう。この状態で大きく息を吸ってお腹を膨らませます。限界までお腹をぐーっと膨らませる。息を吸ってお腹が満タンに膨らんだら、吐いて、吐くときにここを使うイメージ。吐きながらここをぐーっと縮めるイメージ。左の脇腹です。触って力入ってれば OK。もう一回吸って。はい、ゆっくり吐いて。しっかり吐いて吐き切って。ここ力入ってる感じ触ってあれば OK です。よし、OK。次は膝を90度に曲げる。このままお尻の横、手を添えて触ったまま膝と膝を離します。お尻の筋肉触って動いてるなーって感覚あれば OK です。ちょうどこれ昨日の動画のおさらいですね。結局人の体でお尻一番大きい筋肉なので、お腹にしても足痩せにしてもどの部位を痩せるにしてもお尻の筋肉絶対大切です。しっかりお尻意識して、よし、ラスト1回 OK です。次はちょっと右肘こんな感じでつきましょう。この状態で大きく深呼吸しましょう。よし、吐いて吐きながらちょっとだけ体をこっちに起き上がらせながら、ここを使って息を吐く。体はこっちです。きつい。ここ効いてれば OK。もう一回吸って。よし、吐いて。吐いて、脇腹、ここ使って、ここ使って。吐いて、吐いて、吐いて、吐いて。触って力入ってれば OK です。よし、OK。したら次は、左手を万歳。足はちょっと斜め後ろぐらいに離すイメージです。指先とつま先、ぐーっと引き離して、脇の下、脇腹のストレッチをしています。できる限り、左手の指先と左のつま先、引き離しましょう。脇腹、脇の下が軽く伸びてるなーって感じあれば、OK です。呼吸を止めないようにしましょう。ゆっくり吐いて。よし、OK です。次はちょっと難易度上がります。手をついて、このままお尻を持ち上げます。頭から膝までは一直線のイメージです。この時は右の脇腹、ここを使ってます。もしきついよって人は空いてる手、こうやって両手で床についちゃってもいいです。ここですね。右の脇腹使ってる感覚あれば OK。腰が痛い人、無理しなくて大丈夫です。しっかりここ、右の脇腹意識して、OK です。そしたらこれで逆向き、皆さんは寝返りを打ちましょう。では、左足を下にして横向きに寝た状態で大きく深呼吸していきます。息を吸って、限界まで膨らませましょう。ゆっくり吐いて、吐きながらここ、右の脇腹意識してぐーっと力入れましょう。ちょっとね、体を起こすイメージでもいいです。右の脇腹触って力入ってれば OK。しっかり吐き切って、きつい。OK。もう一回息吸って。よし、ゆっくり吐いて、吐きながら右の脇腹意識して、しっかり息吐いて、限界まで息吐き切って、よし、OK。次は、膝90度に曲げたまま、お尻を意識して、膝と膝を離す。右手をね、お尻の横にこうやって添えておくと、お尻が動いてるなって感覚、わかりやすいと思います。これすごい簡単そうに見えるんですが、めちゃめちゃお尻効きます。逆にこれで、あんまりきつくない、お尻使ってる感覚ないなーって人は、お尻の筋肉をうまく使えてない可能性が高いです。ゆっくりでいいので、お尻触ってお尻の筋肉意識しながらやってみましょう。ラスト1回です。ゆっくり上げて、よし、OK。次は、
左手、左肘床についた状態で深呼吸します。限界まで大きくお腹を膨らませます。ゆっくり吐いて、吐きながらここ使ってちょっと上半身を起こします。ここ触って力入ってれば OK です。しっかり吐き切って、よし、もう一回吸って、ゆっくり吐いて、ここ使って吐いて、ちょっとだけ体を起こす。よし、OK です。で、次、右手万歳して、右足は斜め下に下げるイメージ。こんなイメージですね。右手の指先と右のつま先引き離すイメージ。脇腹、脇の下伸びてれば OK です。呼吸は止めないようにしましょう。できる限り指先とつま先をぐーっと引き離すイメージです。よし、OK です。じゃあちょっときつい種目いきますよ。手をこんな感じでついて、お尻をぐっと持ち上げます。頭から膝までは一直線のイメージです。目的は左の脇腹、ここ使うことです。ここに力が入ってれば OK です。どうしてもね、手がきついよって方は反対の手ついちゃいましょう。これでも十分脇腹効いてきます。きつい。しっかり脇腹意識して使いましょう。よし、OK です。次は上向きに寝ましょう。膝は曲げたままドローイン、深呼吸していきます。限界までお腹膨らませましょう。ゆっくり口から吐いて、吐いて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 、おへそをへこますイメージ。吐き切って、OK、もう一回息吸って、限界まで膨らまして、よし、ゆっくり吐いて、吐き切って、吐いて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 、できる限りしっかり吐き切る。お腹をへこます。おへそをぐーっとへこませるイメージです。しっかり吐いて、よし、OK です。次は休憩ストレッチ。だいたい肩幅ぐらいに膝を広げたまま左右に倒していきます。これ先日の動画にもこのドローインしてこの休憩ストレッチの流れあったと思うんですが、結局ですね、このお腹を使って股関節を動かした後に今日一番最後にやる膝つきプランクをやった方が効果的だってことが僕自分自身の体を使った実験で分かったので、ちょっとね繰り返しになるんですが、この種目例させてもらってます。 OK。 次は膝曲げたままあばら骨にここ胸にぐーっと空気入れるイメージ。胸を膨らましたらゆっくり吐いて、みぞおちをへこますイメージ。次はみぞおちへこますイメージです。しっかり息吐き切って、よし、もう一回吸って、あばら骨、胸をぐーっと膨らませて、腰が反ってね、痛くならない程度で大丈夫です。ゆっくり吐いて、みぞおちをへこませる。しっかり吐き切って、吐いて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 、しっかり吐いて、よし、OK。 次は脇腹のストレッチやっていきます。右足を左こっちに持っていって、左足を上に乗せます。右手を万歳しましょう。右の脇の下、脇腹伸びる感じあれば OK です。つま先とこの右手の指先なるべく引き離すイメージです。脇の下、脇腹伸びる感じあれば OK です。肩が痛い方は痛みがない範囲で行いましょう。呼吸は止めないように意識を続けましょう。よし、OK。 次逆側行きます。左足を右に持ってきて、右足を上に乗せて左手万歳していきましょう。左の脇腹、脇の下伸びれば OK です。
この後ご紹介する膝つきプランクがですね、結構楽そうに見えて強度が強いので、でもズボラなね、皆さんにいかに楽に続けてもらうかって考えた結果、こうやってお腹周りをドローインとかストレッチで動かして温めた後にやった方がいいっていう結論でした。なのでね、ちょっと前置きが長いんですが、お付き合いいただければと思います。よし、OK です。では、次、股関節を回していきます。右股関節からいきます。大きく外回ししていきましょう。ゆっくり大きく動かす。この付け根から動かすってイメージです。もちろん前もも使ってもいいのですが、こう付け根とかね、下っ腹手を添えて動いてる感覚あると良いと思います。ゆっくり大きく外回し。腰が痛いよって方は左膝曲げておきましょう。ゆっくり大きく回す。スマホはね、こうやって手で持っておくとやりやすいと思います。よし、OK。逆、左足行きましょう。大きく外回ししていきます。この次の種目からね、うつ伏せになります。で、こうやって股関節回しててゴキゴキなるって方結構多いんですが、痛みがなければ全く問題ないです。単純に硬いだけだと思います。もし痛みがある場合は、ゆっくり小さく痛みがない範囲で回してあげると良いと思います。では、うつ伏せになりますよ。ラスト1回回します。OK。よし、では、うつ伏せになりましょう。こんな感じでうつ伏せになったら耳の横に手をついて、ぐっと上半身起こします。これは腹筋のストレッチです。お腹伸びてれば OK です。あんまり腰を反りすぎると痛いので、こうやってね、こんな感じでちょっと上半身反らせる。それでも腹筋伸びると思います。腹筋が伸びればそれで OK です。よし、OK。0秒は登録でプレゼント。